皆様こんにちは。今回は SWIFT スポーツが納車されたらすぐにでも交換&取り付けたいものを5つご紹介します。どれも僕が実際に使ってみて間違いなく買ってよかったと思うものだけ選んでみました。今から紹介するものを取り付けると間違いなくこれからのスイスポ生活が快適になるので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは早速1つ目がバックランプの LED 化ですね。これは試乗の時に気づかないと思いますが、スイスポのバックランプがめっちゃ暗くて、夜に駐車する時にかなり不便です。街灯があるような駐車場だったらマシですが、街灯がない暗い駐車場だと純正のバックランプが暗すぎて後ろが全然見えないので、わざと少しブレーキ踏んで後方を光らせて視界を確保して駐車することに絶対になると思います。多分今言うたことスイスポオーナーであれば全員確かにそれやったことあるなと思ってくれるはずです。まあそれぐらいバックランプが暗いので、これは早いうちに交換おすすめですね。多分今この動画見てる方は納車待ちの方が多いと思いますが、実際に納車されてから運転すると思ってるより暗くて、確かにこれはYouTuber が言うてたことほんまやなと思うはずです。バックランプは明るい方が絶対にいいので、バックランプは納車されたらすぐにでも交換をおすすめします。これだけで夜のストレスがだいぶ減ります。バックランプ交換のやり方は、養生テープとソケットレンチがあれば簡単に交換できます。詳しい取り付け方の動画はだいぶ前に公開していますので、概要欄にバックランプ交換の動画を貼っておきます。こちらの交換自体はこれまで車いじりしたことがない素人でも交換できるぐらい簡単だったので、そんなに難しくはないです。まあ簡単と言いましたが、不安な方はオートバックスに丸投げでいいと思います。バックランプ交換であればそこまで工賃かからないはずです。ネットで調べたところ2000円ぐらいの工賃みたいです。まあ自分でやったら2000円浮くので自分でやってもいいかなと思います。それぐらい簡単です。納車したらすぐにでも交換&取り付けたいパーツの2つ目は LED ルームランプになります。これも先ほどと同じランプなんですが、スイスポのルームランプもめっちゃ暗いです。だいたいスズキで試乗するのってお昼か夕方なので気づかないんですが、夜にスイフト乗ったら純正のルームランプが暗すぎてビビり倒すと思います。しかも後部座席の天井になぜかライトついていないので、夜に後ろの席に何か置いて撮ろうとしたら間違いなくスマホのライトを使うことになるので、ルームランプも納車されたらすぐにでも交換した方がいいですね。僕が交換した LED のランプはめっちゃ明るいので、後部座席もある程度見えるようになって日々のクオリティオブライフがだいぶ上がりますね。ちょっとしたストレスを減らすのがいいと思うので、これも早めの交換がいいと思います。ルームランプ交換のやり方も過去に動画にしていますので、それ見てもらえれば誰でも簡単に交換できます。さっきのバックランプ交換よりも圧倒的に簡単で、多分3分もあれば交換できますね。交換に使う工具もついてくるので、ドライバーとか何もいらないです。僕が買ったルームランプのセットだと、ルームランプだけじゃなくてトランクのランプもおまけでついてくるので、トランクも明るくできますね。まあこれもスイスポが納車されてから夜に運転したら間違いなく暗いことを実感すると思うので、早いタイミングで交換するとあなたのスイスポライフがだいぶ快適になります。3つ目の納車されたらすぐにでも取り付けたいものはドリンクホルダーですね。今ドリンクホルダーと聞いて、いやいや純正で元からあるやんけと思った方多いと思うんですけど、初めからついてるセンターコンソール下のドリンクホルダーとかドアサイドのポケットのところ、ここが正直使いにくくてほぼ飲み物入れずに小物入れになってるスイスポオーナーの方多いはずです。特にマニュアルだとこのセンターコンソールのところだとちょっとシフト操作の邪魔だと感じることあるので、マニュアル載ってるとおのずと飲み物をドアポケットに入れますが、これ見るとちょっと斜めになってて取り出しにくいのと、まあ今時大体の方がコンビニ行ったら缶コーヒー買わずにコンビニで引き立てのカップのコーヒー買おうと思いますが、カップをドアサイドに入れると斜めになっててこぼれそうになるので、結局センターコンソールのところに入れんとあかんのんですけど、センターコンソールのところだとちょっと手を伸ばさないと飲み物が出し入れできないので、まあいろいろと不便です。そこで僕がおすすめするのが、これは社外品なんですが、誰がどう見ても鈴木純正かなと思う具合のクオリティで、スイスポのナイスショットほぼ同じブラックのプラスチックで、知らない人が見たら初めからついてた純正のドリンクホルダーだと錯覚すると思います。それぐらいクオリティが高いドリンクホルダーです。取り付けはよくあるエアコンの羽に引っ掛けて取り付けるタイプではなく、エアコンの枠にがっつり挟み込んで固定するタイプなので、ペットボトルの重さでエアコンの羽が壊れる確率ゼロで、さらにエアコンの風が出るところに飲み物を置くので、クーラーかけてたら普通に飲み物冷えますし、暖房ならあったかくなります。まあ何よりドリンク取り出しやすい。これがかなり快適なんですよね。
ドアサイドやセンターコンソール下だとどうしても飲み物を取るときに目線が下がりますが、この位置にあれば前を向いたまま飲み物取れるので、今後のドライブがかなり快適になります。値段も Amazon で2700円ぐらいで売ってるので、これは絶対に買って取り付けた方がいいですね。運転席側だけでなく助手席側もあるので、横に人乗せることが多い人は助手席側もあった方が隣の人を喜んでくれると思います。こちらの取り付け方ももちろん過去に動画にしてるので、この動画を見た後に概要欄から見てもらえたらなと思います。納車されたらすぐにでも取り付けたいもの、4つ目になりますが、ダッシュボードマットですね。これもスイスポ納車されたら間違いなく買った方がいいやつです。納車されたら嬉しくてひたすらスイスポに乗ると思いますが、朝方とか夕方に走ってると多分フロントガラスにダッシュボードのプラスチックのところががっつり反射して前が見づらいなと思うはずです。今これを聞いて次車に乗るときに意識すれば確実にプラスチックのダッシュボード周辺がガラスに反射しているの気になると思います。この反射があるのとないのでは全然前の見え方が変わります。ダッシュボードマットを敷くだけでフロントガラスへの映り込みをほぼ消せるので、個人的にこれは絶対に早めに取り付けることをお勧めします。納車されたらフロントガラスの反射を気にして運転してみてほしいです。絶対にこれはなるほどねとなるはずです。実際に自分で生で見る方が分かりやすいですが、動画でも全然分かるぐらい反射しているので、参考までにマットありとなしの動画をお見せします。これがマットなし、これがマットあり。明らかにマットがあることで反射が抑えられていると思います。Amazon で Swift スポーツダッシュボードマットと検索すると商品が結構出てくると思うんですが、5000円ぐらいの安いマットは正直おすすめはしないです。買うならサンランドかオーストラリアスズキ純正のマット、この2つがおすすめです。ただ値段見て布のマットで1万円以上すんの高ないと思った方が大変だと思うんですけど、僕も初めて買った時はさすがにちょっと布に1万円は微妙やなと思って、一番初めに買ったダッシュボードマットは当時 Amazon で3000円しないかぐらいの中国製のマットだったんですが、それでも普通に反射を抑える効果はありました。ただ直射日光がマットに当たって経年劣化かわからないですが、届いた時は真っ黒だったのに3ヶ月ぐらい経ってマットが白くなってきて反射を消す効果がだいぶ薄れてきたので、安いマットはおすすめしないです。安いもの買って劣化したら買い替えるでもいいかもですが、僕が中国製マットの次に買ったサンランドのマットはもう買ってから3年以上経つと思いますが、今でも全然白くならずに黒いままで全くもって劣化する気配がないので、皆さんがスイスポにどれぐらい乗るか分かりませんが、変にケチって安いものを買ってその都度買い替えるよりかは、初めからいいものを買って長いこと使う方がいいと思います。鈴木純正とサンランドのマットの違いですが、正直値段ぐらいでそれ以外は同じですね。なので価格が安いサンランドのダッシュボードマットを買っておけば安定だと思います。取り付け自体はマットを敷くだけなのでめっちゃ簡単です。こちらに関してもマットだけで8分ぐらい解説している動画ありますので、気になった方は見てもらえたらなと思います。かなり前の動画になるので編集とかちょっと雑ですが、そこも楽しんでもらえたらなと思います。最後のスイスポ納車後すぐにでも取り付けたいパーツは電子ミラーになります。電子ミラーってなんやねんと思った方いると思うので、簡単に説明すると、純正の鏡のルームミラーの上から電子モニターをかぶせて車の後ろに取り付けたバックカメラの映像をそのモニターに表示するやつですね。最近だとタクシーについてるのを見かけると思いますが、これがめっちゃ便利なんですよね。そもそもスイフトスポーツって乗ったらわかりますが、後ろのピラーが邪魔で左後方が見にくいですし、後ろの窓も小さいので鏡のルームミラーだと見れる範囲がそもそも狭いので後方確認しにくいんですが、電子ミラーになると広角のバックカメラに映る範囲が全てモニターに表示されるので後方確認がめっちゃ楽になります。電子ミラーについているバックカメラは大体が広角カメラなので車のほぼ真横ぐらいまで映ります。なのでもしサイドミラーの近くに車がいたとしてもがっつりと電子ミラーに映っているのでめちゃくちゃ運転が快適になりますね。電子ミラーがあると後方とサイドミラーに映る範囲全てカバーしてくれますので毎日の運転がだいぶ快適になります。ただ2023年の今スイスポ買ったらブラインドスポットモニターが標準でついていると思いますが、電子ミラーのいいところは視覚を含めた広範囲を一度に確認できるだけじゃなく、後部座席にどれだけ人が乗っていてもトランクに荷物がどれだけ入ってようが全く関係なく後方視界が確保できますし、
後ろの車のライトが眩しいとかも物理的になくなります。あとは運転手が変わるたびにルームミラーの角度調整することも不要になるので、家族で車に乗ってる方とかだいぶ便利になりますね。電子ミラー自体はモニターでバックカメラが撮影した映像を映すだけなので、カメラ取り付けの時にカメラの映る位置を一度決めたら、あとはもう画角の調整とかいらないです。やるとしたらモニターを自分の見やすい角度に調整するぐらいですね。なのでほんとこの電子ミラーに慣れたら普通の鏡には戻れないと思います。それぐらい便利です。僕の場合スイスポが納車されて3年ぐらいは普通の昭和からある鏡のルームミラーで運転してて、ちょっと当て逃げをされてその時の肝心な映像がなぜか記録されてなくて、別のドラレコにしようと悩んでた時に、ちょうど価格 .com と Amazon で電子ミラータイプのドラレコが評判良くて、いろいろレビューとか見てコムテックの電子ミラータイプのドラレコに交換したんですが、交換してすぐの頃は正直ちょっと慣れるまでこれまでの鏡と見え方が違うので大丈夫かなと思ってたんですが、一度慣れてしまえば本当二度と昭和の鏡には戻れないぐらい快適で、他の車を運転した時とか不便やなと思うようになりましたね。それぐらい一度慣れると快適すぎるので、ドラレコをまだ買ってない方は電子ミラータイプのドラレコをだいぶおすすめします。こちらのコムテックのレビューも11分ぐらいの動画であるので、気になった方はそれを参考にしてください。これまでの話をまとめると、僕が間違いなくおすすめするスイスポが納車されたらすぐにでも交換&取り付けたいものは、バックランプ、ルームランプ、ドリンクホルダー、ダッシュボードマット、電子ミラー、この5つですね。ランプ交換とドリンクホルダーはどれも4000円以下で買えて、コスパは僕が保証するので、早めに交換&取り付けすることをお勧めします。なんか質問とかあれば、基本的に僕全部のコメントに返信してると思うので、なんかあればコメント書いてもらえたらなと思います。こちらのチャンネルではスイスポに関する動画がたくさんあるので、チャンネル登録していただけたらスイスポに関することは大体わかるようになってるので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見てもらえたらなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。